ボールスタジオへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回は HG144 分の1ラリルバルデを作っていきます。模型代表支援砲撃。ランナーは全部で6枚、シールが1枚、武器別にビームエフェクトランナーが2枚、足先を飛ばすシャクルクローを再現するリード線、久々に HG お手軽台座が付属。無駄なく簡単に組み立てられる優れものです。サクサクっと素組みの完成です。全体的なシルエットとギミックモリモリ感は素晴らしいけど HG 特有の厚みのなさが少し気になりました。あとビームジャベリンを安定して固定できないところがもったいない感じです。ジャベリンは分解してアンカーと区内に。大型シールドアンビカーは自由度の高い稼働が可能でもちろん飛ばせます。前腕部ユニットも飛ばしたり背中のユニットを付け替えたりすることが可能。足先を飛ばすシャクルクローもリード線で再現するギミック満載のキットです。手足は段落ち加工されていて合わせ目は少なく、腰の側面、膝関節、すねの上部とビームジャベリンの付け根部分のみ。パテ目はつま先の裏側、フロントアーマー裏側、リアアーマー裏側先端、膝アーマーの裏側と膝関節上部を中心に埋めていきます。回収点としてはかかとの爪がペラペラで安定感がないので弾みを持たせるのと、むき出しの接続部を解消、シールドを厚みのある印象に調整。あと手足の段落ちモールドですがセンターに入っていることもありヒットの都合感が強いのでパテ埋めして製作していきます。まずは合わせ目を消していきます。パーツの隙間を少し開けて接着剤を流し込み、ほんの少し時間を置いて両面から押し込むように固定します。段落ちモールドがある部分もまず同様に接着して、その後隙間に瞬間カラーパテを流し込んで硬化スプレーをかけて埋めていきます。合わせ目のないダクトパーツも同様にパテ埋め。完全に硬化したら金属ヤスリで形を整えて、板に貼ったスポンジヤスリ240番、紙ヤスリ400番を順にかけて合わせ目消し完了です。エポキシパテでパテ埋めをしていきます。色が均一になるまで混ぜたら小さく切ってしっかり埋まるように押し込みながら少し多めに盛り付けます。ビームジャベリンを持たせて安定しなかったので手のパーツの内側にもパテを埋め込み、グリスを塗った 3mm のランナーを握らせて硬化しました。硬化したらデコボコをデザインナイフで切り落とし金属ヤスリで整えます。あとは240番のスポンジヤスリ、400番の板ヤスリをかけて完了です。足先の回収をしていきます。爪パーツの軸部分をカットソーでカット。ピンバイスで穴を開けて真鍮線を通します。元の軸のパーツに 1mm のプラ板を貼り付けて後はめ加工をし、爪パーツにマスキングテープを貼ってペンで外枠のラインをかたどってプラ板に貼り付け、
大と小それぞれ4枚切り出します。あとは元のパーツを接着しやすいように金属ヤスリで削り落として流し込み接着剤で接着。最終的にこんな感じに整えました。大型シールドは厚みがいまいちなので 1mm 角のプラ棒を縁に沿って貼り付けていきます。少し長めに切って湾曲に沿って癖をつけたら接着剤で仮止め。外側にぴったり合うように合わせながら接着していきます。余分のところを切り落としながら一周して全体に厚みを出しました。頭部のシャープ化をしていきます。アンテナが丸っこいので全体的にヤスリをかけて少しシャープに削り出し、モールドをタガネで彫り直します。後頭部の半円パーツは表裏それぞれ角のラインを片方削り落としてエッジをシャープに仕上げます。金属ヤスリで角を落としてデザインナイフでカンナ掛け、400番のスポンジヤスリで整えて、あとはタガネで彫り直します。最後に前頭部側面を少しデザインナイフで削り込んで頭部のシャープ化完成です。各部のモールドを彫り直していきます。タガネで端から端まで優しく丁寧に彫り込みます。円形のモールドはドリルでそれぞれの径を彫り直しています。正面処理をしていきます。パーツの広い面を中心に240番のスポンジヤスリを貼った板ヤスリで引け分けしながら全体を大まかに整えたら、さらに400番を貼った板ヤスリをかけて平らに仕上げます。今回はビームエフェクトパーツもしっかり正面処理しています。あとは電動ツールで表面処理をしていきます。番手は600番、面に沿ってかけることで全体がシャープな仕上がりになります。加工でついた細かい傷もここできれいに消していきます。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスを落としていきます。パーツが乾燥したらエアブラシでサーフェーサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。今回は1200番のグレーサフを垂れない程度にしっかり均一に拭いていきます。サフが乾燥したら本塗装に入ります。調色ですが設定が寄りの全体的に少し淡い感じに、赤のみ設定より少しピンクっぽい色味にしました。パーツの細部を塗り分けます。センサーパーツと
ノズルの先端をそれぞれラッカー塗料で筆塗り、薄めすぎず乾燥させながら慎重に塗ります。次にエナメルブラックでダクト等の黒い部分を塗っていきます。墨入れはタミヤの墨入れ塗料を使います。白いパーツのみダークグレーで、他はブラックで墨入れしています。墨が乾いたら模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。市販のコーションデカールでドレスアップしていきます。水に浸してパーツにデカール糊をつけて、デカールを台紙からスライド、位置を調整しながら綿棒で水分と糊を吸い取って貼り付けます。ここでセンサー部分のシールを貼り付け、ピンセットで仮置きしたら爪楊枝で押し付けてしっかりと貼り付けます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら、半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。ビームエフェクトパーツのみ光沢を吹き付けました。半日乾かしてトップコートが乾いたら、センサーをカバーするクリアパーツをはめ込みます。あとは組み立てです。完成まで少しお待ちください。お待たせしました。 HG ラリルバルデの完成です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。オルスタでは全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。随分と動画の更新が遅れてすみません。想像以上に年末忙しく期間が空いてしまいました。ではまたよろしくお願いします。